こんにちは、ライターの正木千歳です。今日は LGBT をカミングアウトされたらばどう反応すべきかっていう話をしたいんですけど、なんかね、この質問すごい受けるんですよ。どういう風にしたらいいですかって。講演したりとか、あとはネット上で、ツイッターとかでいろいろ書いたりとかしてると、身近な人にカミングアウトされたらばどういう風に反応するのがいいんですかとか、どういう風に対応するのがいいんですかとかってよく聞かれるんですよ。今日のこの話はあくまで私の意見なので、別になんていうの、必ずそれが大正解というか、必ずそれ以外はないよっていう、正解はないよとは思わないんですけど、でも、まあ、こうなんじゃないのかなって結構確信を持って思ってることがあって、短いバージョンの回答と長いバージョンの回答が、短い方先に言いますと、ああ、そうなんだ、の一択だと思ってます、私は。なんとかなんだよね。バイセクシャルなんだよね。とか、トランスジェンダーなんだよね。とかって言われた時に、あ、そうなんだ。もうほんとそれが、私にとってはね、唯一の正解。なんか他にもいろいろ、こういう風に言ってもらいたいとかっていう人はいるかもしれないけど、なんでね、そういう言い方がいいと思うのかっていうのはこの後説明しますけど、長いバージョンで。あ、そうなんだ。っていうのがね、私の一応回答ですね。それって、ここから長い回答始まりますけど、なんかカミングアウトって秘密を明かすみたいな意味じゃないですか。言ってなかったことを、教える。で、そもそも、なんで秘密なのかなって話なんですよ。LGBT に限らず LGBT、他にもクイアとかクエスチョニングとかアセクシャルとかパンセクシャルとかオムニセクシャル、デミセクシャルとかいろいろありますよ。それをね、その性に関することで、なんでそんなにね、秘密扱いなのかって、そもそも自分が生まれた時にこっちですねって言われた生物として、自分でそれの性別だなって自分が思って生きていて、で、それとは反対の性別の人に恋愛感情とか性的な欲望とかを持つっていう、いわゆる異性愛者とか、シスジェンダーであるとか、シスジェンダーでトランスジェンダーじゃないっていう意味なんですけど、っていうのが標準とされてて、それ以外はおかしいことっていうことになってるじゃないですか。そういう社会じゃないですか。異性愛、シスジェンダー中心主義というか。で、普通に世の中で生きてると、勝手にシスジェンダーだろうと、異性愛者だろうとかって決めつけられるわけですよ。よくカミングアウトっていう風に言うときに、クローゼットから出るとかって言うんですよ。もともとクローゼットから出るって言葉が coming out of the closet って言葉があって、英語で。クローゼットから出るっていうのが秘密を明かす的な意味なんですけど、クローゼットの中に誰も入った覚えなんかないんですよね。普通に生きてたらば、勝手にの周りにクローゼットができてるわけですよ。で、そこから出るか出ないかみたいなのは個人のね、判断に任せられてるけど、そもそもなんでこうやってそのことに関してはないことにしましょう、そのことに関してはもしあったとしても言わないことにしましょうという社会なのかっていうね、そもそもそのクローゼット自体がおかしいわけだから、カミングアウトしやすい社会をとかって言うけど、私カミングアウトしやすい社会をって目標が短期的すぎるっていうか、カミングアウトする必要すら本当はない方がいいじゃん。だってカミングアウトしなくても普通にね、生きてて、みんなこの人は異性愛者だろうとか、この人はシスジェンダーだろうとかって思い込まない、勝手に決めつけない社会の方がいいじゃん。そもそもクローゼットが存在しない状態ですよ、それって。そういう方がいいと思ってて、その場合って別に出るクローゼットがないからカミングアウトも何もあったもんじゃないでしょ。出る出ないとかってそういう話になんないじゃないですか。で、その LGBT とかって言われるね、レズビアンとかゲイとかバイセクシャルとかトランスジェンダーとかって言われるものを、自分はそうだって思ってる人だけじゃなくて、いわゆる異性愛者とか、いわゆるシスジェンダーですっていう風に生きてる人でも実際というか、実態、生活において、必ずしもそれに100%合致してるわけじゃない人っていっぱいいるじゃないですか。
あんまりそういうことについて関心を持ってなければ気がつかないと思うんですけど、実際いろんな人の、性的な経験とか、恋愛遍歴とか、アイデンティティの揺らぎとか、あるいは服装とか、見た目の自分のプレゼンテーションっていうのを、なんていうの、自分がこういう風に着飾るとか、表現するとかっていうことを考えたときに、なんかね、みんなそんなにガチガチの異性愛者でもないし、シスジェンダーでもない人って結構いっぱいいるんですよね。例えばなんか昔、エイズがすごい大問題、今ももちろん問題ですけど、わーって一気に広まって、すごいもう世界的に、半分パニックみたいな、半分というかパニックみたいな状態になった時に、だいぶ遅れてだけれども、一応政府とかがいろんな抗議とかすごい受けた結果、対策をしよう。これは公衆衛生の問題だ。公衆衛生ってなんかこう、健康とかね、社会のなんか問題として健康のことを捉えるときに言うんですけど、公衆衛生って。公衆衛生の問題だっていうことで、対策をしなきゃ、みたいになったんですよ、やっと。その時になんか、すごくね、なんかゲイ男性とか、あとセックスワーカー、風俗とかいろんなところで働いてる人たちとか、ドラッグを使ってる人とかっていうのがハイリスクグループって言われてて、エイズとか、HIV の感染のリスクが高い人たちって言われてたんですよ。で、なんなら、ゲイキャンサー、キャンサーってガンなんですけど、ゲイのガンだとかって言われてたんですよ、エイズって。だけど、なんかね、いろいろね、ちゃんとした機関が調査とかするにあたって、問題にぶち当たったんですよ。ゲイですっていう風に自分で言ってる人たちをターゲットにしてなんかしようと思っても全然足りないっていうか、それ以上にゲイですって自分が思ってない男性で、男性と性的な関わりを持ってる人とかがものすごいいっぱいいるんですよ。自分はゲイだと思ってないけど、このね、そういうことってないってことになってる社会においては見えづらいところにはいっぱい、こう、なんていうの、追いやられてるけど、実態として、いわゆるノンケ、ストレートとか異性愛とかって言われる人たち、あるいは結婚して子供がいて、みたいな、もうパッと見、ね、異性愛だよねって思ってる人たちが、その建前は、守りつつも、実態として男性と性的な関わりを持ってる。例えば、それは親友とかもしれないし、同僚とかもしれないし、知らない行きずりの人とかもしれないし、わかんないけど、それは人それぞれだけど、男性にともそういう関わりを持つっていう人って思ってるよりもすごいいっぱいいるんですよ。私自分の実感だけども、例えば、その辺わーって歩いて、10分ぐらい歩いてきたらば、多分、2、3人いるんじゃない街によるけど、人口によるけどね。全然いるんじゃねえかって思うぐらいすごいいっぱいいて、男性同士のアナルセックスは、HIV の感染の確率が高いので、比較的。だからハイリスクグループとかって言われてたんですけど、実際なんか、ゲイ男性です、自分はゲイ男性ですって思ってる人の中でも、アナルセックスをしない人もいる。たださっき言ったように、自分は異性愛者ですとか、ゲイとは少なくとも思ってない人たち、バイとも思ってない人たち、っていう人たちでも、アナルセックスを男性としてる人っていうのはいっぱいいたってことが分かって、で、その人たちもターゲットにして、調査とか対策しないと、HIV の感染がどんどん広まってってしまうってことで、そういう人たちをね、ゲイの人たちを対象にしますよっていう何かやっても、そういう人たち絶対集まってこないし、自分は違いますとかってすごい拒否したりするから、違う名前をつけたんですよ。MSM っていう。Men who have sex with men っていう。そのままなんですけど、男性とセックスをする男性っていう言葉を作って、それだったら行動だから、確かに私はそうしますねっていうふうに、言いやすくなるとか自分で認めやすくなるじゃないですか。ゲイの人って言われたらば、いや違いますってなるけど、男性とセックスをすることがある人って言われたらば、確かにしますよっていうふうに、確かにリスクがあることだし、ちゃんとやっとこうかなみたいな感じで言う人も増えるしってことで、そういうカテゴリーとしてね、ゲイ男性っていうカテゴリーじゃなくて、men who have sex with men 男性とセックスする男性っていう
MSM っていうカテゴリーを使うことにしたっていう歴史があるんですよ。そのぐらい実態として異性愛者とかシスジェンダーとかって言ってるからといって、その人たちがガチガチに異性愛者であってシスジェンダーの人であるとかっていうわけじゃないですよね。その人たちも LGBT と同じように、さっきの普通は異性愛で普通はシスジェンダーだよね、それ以外のことは秘めておくべきことだよね、恥ずべきことだよねっていう社会にやっぱり苦しめられてるというか、デメリットを被ってるわけですよ。だから本来はそのクローゼットを作るような社会のあり方自体が変えられなきゃいけないと思うんですね。だからなんか秘密を明かすみたいな大ごとになる感じっていうのは私は全然良くないと思ってて、カミングアウトしやすい社会とかって言ってもなんかしやすくなるのはまあ第一歩かもしれないけど、しなくてもしても、いや人っていろいろあるよねっていうのが当然元々から誰もなんかこう一つのセクシャリティとか一つのジェンダーアイデンティティを勝手に決めつけないで、ある人と出会いました。はい、この人はなんだかわからないってニュートラルな状態で会えるような社会の方が絶対さ、みんなが楽じゃんっていうふうに思ってるんですよ。だからなんかカミングアウトするしない、出る出ないとかって、よくなんかなんていうの、カミングアウトは慎重にねとかって言われるんですよ。当事者の間でもカミングアウトする相手をちゃんと選んだ方がいいよとか、時期を見た方がいいよとかいろいろ言われるんですけど、なんかカミングアウトできないみたいな方が事情がなんかいろいろあって大変みたいな感じがするけど、実際言わないとそうじゃないことにされてるってこともおかしいじゃないですか。なんだろうな、言ったらばメリットがある、デメリットもある。言わなかったらそれはそれでメリットもある、デメリットもある。どっちがいいんだろうっていうのは、現状の社会において個人個人がね、当事者がね判断するなんかサバイバルのなんていうの戦略によるけれども、社会全体としてなんかこうどっちもなんかこう天秤にかけた結果、なんかこっちのメリットが大きいようにしましょうみたいな方向に行ってカミングアウトしやすいようにしましょうってなるのもなんかね、結局デフォルトは異性愛とシスジェンダーのままなんかいって感じがする。そのクローゼットに入れられるっていうことはそのままなんかいっていう感じがして、なんかね、ちょっとイラッとするんですよ。そもそもどっちが有利でもおかしいじゃないですか。言ったらメリットがある、言わなかったらメリットがあるなんておかしいでしょ。だって異性愛はさ、言っても言わなくてもさ、勝手に異性だと思われてメリットもデメリットもないじゃん。隠すこともでもないじゃんっていうなんかね、イラッとするんですよ。だから大事じゃないんだよっていう雰囲気をね、私はねどんどん社会にね広まってってそういう空気が広まってってほしいと思ってるんですよね。そもそも別に秘密にするようなことではあってはいけないんだっていう態度を多くの人が持つっていうのがすごい大事だと思ってるんです。でカミングアウトをされた時のよくある反応としてなんかね、いくつかあると思うんですけど、一つ目はなんか教えてくれてありがとうみたいな。教えてくれてありがとうってもうすごいなんだろう。信頼をね、しないとカミングアウトしないだろうからね。信頼してもらったことに関してありがとうってのはわかるんですけど、なんか、ありがとうってよくわかんないなって私は思う。なんか、別におめえのためにカミングアウトしたわけじゃねえんだけどなってちょっと思って、なんか、ありがたいよ。ありがたいというか、なんか、好意的な反応なのは、嬉しいんだけど、心の中でね、1% ぐらいね、別におめえのためにしたわけじゃねえしってちょっと思っちゃうんだけど、教えてくれてありがとう。なんだろうね。なんかね、やっぱり大事感があるじゃん、それって。なんかすごい辛い秘密を打ち明けましたみたいな、なんか、自分がそういうスタンスでカミングアウトする人じゃないからだけど、多分ね。なんか、そういう、そんななんかあれじゃないよみたいな。重苦しい話じゃないんだけどな、みたいな。できればもっと軽くやってほしいなと思うんですよね。で、もう一個よくあるのが、友達に他にも、レズビアンの子がいて、とか、そういう、なんか他の人の話に持ってくるっていうのがあって、なんだろう。自分の周りにそういう人がいるから、自分はそういう人を
拒絶したりとかっていうことしないから安心してねっていう意味で多分言ってんだと思うんですけど、なんか、なんだろう。もしね、だからありがたいんだよ。ありがたいの。さっきのやつと同じように、どうもって思うの。行為はわかるよって思うんだけど、やっぱりね、どっからね、1% ぐらいなんかね、どう反応したらいいかわかんないなと思っちゃう。なんか、例えば、俺、ホッケ大好きなんだよねって言った時に、ああ、私の友達にもホッケ大好きな子いるよって言われたような感じ。よくわかんないと思うけど、なんか、だってどう反応したらいいかわかんないでしょ。でも、私も好きとか、俺も好きとかって言われればなんか、美味しいよねってなるけど、ここにいない友達の話なんかいてちょっとなんか、そうなんだへーとしかなんか言えないというか、なんか難しいなと思って。もちろんね、その意図というか行為はわかるんだよ。だけど、友達の話かーって。あとね、これもよくあるのが、そういうのって全然いいと思う。全然、自分平気だし、みたいな。偏見ないし、みたいな。これもね、やっぱりなんだろう、どう思うって感じ。行為をね、わかるの。もう99%本当になんか良かったと思う。でもやっぱり1%くらいなんか、なんだろう、いいと思うって別におめえの、なんだろう、なんかの許可申請したわけじゃないから、いいんだよ。もう言われるままでもなくいいの。いいと思わなくてもいいの。OK なの。なんでそんななんか、いいと思う。それもちょっとね、1% ぐらいちょっと違和感があるんだけど、自分は平気だからそういうの、偏見ないしっていうやつは、偏見って自分で気がつかなくない？自分が偏見持ってる時って。なんか、偏見ないしっていう人で、後からなんか、こいつなんか勝手に決めつけてるなと思うことすごいいっぱいあって、なんでそんなに自信満々なのかなってちょっと思っちゃうね。いいんだよ。偏見ないっていう人が俺偏見あるからみたいなさ、そういうやつだってキモいよなみたいなやつより全然いいんだよ。いいんだけど、なんか、なんだろう、自信がすごいなと思う。もし自分が、マジョリティ側、マイノリティじゃなくてマジョリティ側であるようなもの、例えば日本において、日本国籍を持ってて、で、民族的なルーツとかが別に他のところではないっていう、外国にルーツを持ってるわけじゃないっていうことは、マジョリティじゃん？民族的に。それで、なんだろう、例えば、ネパール人に偏見ないよとか、在日朝鮮人に偏見ないよとかって自分で断言できないよ。なんだろう。偏見は悪いと思う。良くないことだと思うし、できる限り自分のね、偏見がなくなってほしいと思うし、問題のあることとかしたくないし、言いたくないし、公正に、公平に、平等にものを考えたいけど、でも、マジョリティ側で生きてきてるわけだからずっと。自分の傲慢さとかさ、自分のなんかよく知らない間違ったこととか、無知なこととかって絶対あるじゃんね。それをもとにやっぱり偏見ってあるんじゃないかなと思うの。だからなんか、ないっていう断言は、なんかないって言われれば言われるほど、本当にってちょっと思っちゃう。1% だよ、1%。99% ね、あれですよ。よかった、こういう人でって思うよ。嫌なやつじゃなくてよかったなって思うけど、1% ぐらいなんかね、大丈夫かなってちょっと心配になっちゃう。で、あとね、もう一個よくあるパターンというか、たまにあるパターンかな。なんか、根掘り葉掘り、いろいろ聞く人。いいんだよ。興味を持ってくれるのはありがたいし、質問されれば、なんていうの、よっぽど自分が答えたくなく、よっぽど自分が答えたくないことじゃなければ別に言うんだけど、なんか、なんだろう。突然その話になんか話がシフトというかなんか、別に、さらっと言ってほしいところだったりするわけですよ。話の流れによっては。なんか、そんなに、そこにガッて食いつく、食いついてほしい人もいると思うのね。カミングアウトとか、自分の中で重大だっていうことでね、感じてて、例えば人生初のカミングアウトとか、そういう時に食いつきが全くないっていうのもなんかちょっと寂しいかもしれないけど、人によっては。でもなんか、
まあこれはね、私の個人の意見だからね、私の気持ちを言っちゃいますけど、なんか、それはなんかもう、後日ググってって思う。できるだけ答えるよ。別に、友達とか、最近会って仲良くしてる人とか、職場の仲間とかさ、まあ、なんていうの、その人たちなわけだから、なんでもない勝手に知らない奴に、その辺に街角で、すいません、質問してもいいですかって質問されてるわけじゃないから、人間関係があるから、別に普通にね、例えば、自分の知識のあること、社会保険の加入要件って何でしたっけとかね、今、昼間の仕事そういう系やってるから、こと言われて答えるのと同じぐらいな感じでね、答えるよ。答えるけど、なんか、根掘り葉掘り系はちょっとね、なんか、興味を持っていただいて本当に、いいと思うんですけど、なんだろうね。まあ、答えたくないことは答えないっていうスタンスでもう全然いいんであれば、それはまあ、ね、ある程度対応しますけどね。それよりもなんか、なんだろう。だから別世界みたいに扱う人いるじゃないですか。なんか質問攻めの人って結構なんか、その世界のこと知らないっていうみたいな感じで手で来るから、いやいや、私もあなたと同じように、なんだ、すげえ、朝忙しいのにゴミ出しの日だから焦ってなんか変な間違ってサンダル履いて出ちゃってゴミ捨てて駅向かっちゃって電車乗っちゃってあやべえサンダルじゃんみたいなことになったりとかねっていうなんていうのもう日常的なものの例として出したんだけどなんか別に同じ社会ですでに生きてるしでさっき言ったようにその MSM って言ったじゃない異性愛者とかシスジェンダーって言われてる人たちの中でも全然なんかこう多様なわけですよ。なんかこう本来まあ思いっきりグラデーションというかなんていうの二次元ですらなくなんかもういろんなね軸でねいろんな多様な人がいる中にバスンってあなたはゲイですかそれともゲイじゃないですかとあなたはトランスジェンダーですかそれともシスジェンダーですかってバスンってこう線を引いて分けてるだけで実際私たちの生活行動欲望人間関係のあり方とかってなんか言うほどしっかり分かれてないし言うほどみんななんかなんだろうそのこうあるべきっていうルールに従ってないでしょ結構だから全然別世界の人間じゃないのでその質問攻めしなくてもなんだろうむしろなんか自分のこれまでの恋愛遍歴とか性的な行動の歴史というかなんだろう個人の経歴とか自分のなんかこう服装とか自分のなんだろう自分はどうありたいとか自分の性別の違和感とかね感じたことがあったりとかってなんか自分のことを振り返る方がなんかいろいろ気づくことがあっていいんじゃないかなって思うんだよね。突然別人になったわけじゃないからこっちはさカミングアウトしたからってその瞬間に突然なんかこう別世界に行っちゃうわけじゃないからみんな意外とねみんな意外とあれよみんな結構ちゃんとしてないなんかこうそのルールにいわゆる異性愛いわゆるシスジェンダーのルールそんなにねみんなが建前上そういうことにしてるほどにはみんなそんなに異性愛者じゃないしみんなそんなにシスってなんだよシスジェンダーじゃないと思う実態としてだから自分のこととか自分の身の回りにいる人のこととかはもうちょっとなんかこう考える方がいいんじゃないのかな別世界みたいなのはちょっとねなんか質問攻めというかなんかこうね外国の人にインタビューみたいななんかそういうのはちょっと違和感があります質問されること自体がイライラするわけじゃないけどであとこれは今言った中で一番もしかしたらちょっとイラッとするかもしれない私はわかるわかるみたいなそうだよねって本当にって思うじゃんなんかその質問攻めでね別世界みたいな扱いもあるけどなんかもう全部わかるみたいな全部わかんのって思うよねなんか自分だってなんか本当に全部わかってるかどうかわかんないのにおめえ全部わかっちゃうのと思うけどなんかね配慮してる自分
みたいな、分かってる自分みたいな、なんていうのかな。そういうことってみんな何でもあるじゃん。例えばなんかさ、新しく始めて、新しくなんかこう、趣味で写真始めましたとかって言うとさ、カメラのなんかこう、いろいろ機能とかさ、絞りがどうのこうの、シャッタースピードがどうのこうの、自分すげえ、なんかある程度分かった時に自分すげえ分かってるような気がしちゃうじゃん。で、なんかちょっとプロの人のやつとか見てさ、これはちょっとみたいなさ、批評家ぶっちゃったりするじゃん。だから、何事もね、なんかそういう、なんか段階というか、そういうフェーズっていうの、なんか、そういう時期ってあるよねとは思うんですけど、なんかね、ならばその時期は卒業することを自分の目標にした方がいいんじゃないかなと思う時がある。なんか、で、それ難しいのってなんかそういう人ってそこで終わってる人が多いんですよね。自分は分かってる。だからもう達成してるみたいな。なんか、その、周りにいる理解者としてもう私はもう達してるわけ、ゴールに、みたいな感じの、なんじゃないかなって思う人が結構多くて、そうするとでもなかなか卒業できないよね、その段階をね。もちろん、わかるよって言ってもらいたい時とかって誰だってあるじゃん。なんか何の悩みでも。例えば腰痛がひどいとかでもさ、なんか、腰痛い時ってきついよね、みたいな、歩くのも痛いもんね、わかる、みたいな。実際その人が本当に腰痛になったことあるかどうかなんてわかんないじゃん。でも、そういう風に言われればさ、ねーって、なんか共感でなんかこう癒されるみたいな、まあ、会話が、なんていうの、成り立つみたいなのもあるので、なんか分かるとかっていうのが悪いわけじゃないんですけど、なんかもう分かる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 ずーっと言われるとね、なんかね、さっきの偏見ないよっていう人になんか、本当にって思うと同じように、なんか分かる分かるって言われると、本当にって思っちゃう。なんか、逆に構えちゃう。なんか、期待しない方がいいな、この人にはって思っちゃう。いつか裏切られるって思っちゃって、なんか、わかるのは、わかるというか、まあ、本当にある程度分かってると思うのね。なんか、全然、なんかもう皆目見当もついてない状態じゃないと思うのね。で、もちろん受け入れる気持ちでいるわけだろうから、それもなんか99%も素晴らしいことですよ。だけど1%でね、どっかでなんか、本当にって思うことがあるな。まあ今いろいろ言ったけども、それ全部まあ、ね、1% の話ですからね。99%、グッドなんです。だけど、1%なんかね、ってなんかこう違和感が残る。なので、まあ、そういった、まあ、それは私のね、意見だから、全当事者が思ってるわけじゃないですよ。だけど、私としてはだから、一番本当にもう、今までのね、今言った話全部踏まえた上で、やっぱり、そうなんだ。っていう、なんか、さらっていう感じの反応がベスト。自分は、なんとかかんとかなんだけどさ、そうなんだ。でみたいなくらいの反応が好き。実際ね、高校の同級生がそういう反応をしてきたことがあって、なんか、そういう反応いいって思ったんですよ。予想してなかったから、そういう反応を。びっくりしちゃって、でもなんかすごいいいじゃん、その反応と思って。なんか、私が言ったね、あの時にね、バイセクシャルなんだよねって言ったらば、でみたいな反応だったの。で、その時私はまだ自分でもやっぱり大事扱いだったから、そういうことを言うってのは、それが本題だったのね、話の。そうなんだよ、バイセクシャルなんだよっていうのが本題だったから、でって言われちゃったから、終わり以上みたいな。それだけですみたいな感じだったんですけど、そうなんだみたいな感じだったの、向こうは。すごくないと思う。この人すごいと思って。そういうこともあるでしょうね。そりゃ、みたいな。みんなそれぞれいろいろあるし、みたいな感じだったんですよ。すごいと思って。で、もちろん例えばね、いじめられててとか、あとなんかもう親との関係が辛くてとか、それの前振りとして、いや、実はバイセクシャルなんだけど、って言った時に、そうなんだ、ってまあ言ったとして、今こういうことで悩んでて、もう本当に例えばもう死にたいみたいなこと言った時に、それまで、そうなんだ、でっていうのは、おかしいよ。それも全部やれってわけじゃないですからね。なんとかなんですっていう、なんかその、まあ、LGBT とか、まあその他いろいろなやつの名前を言われて、これなんですよっていうカミングアウト部分
に関しては、あ、そうなんだ、ぐらいの感じで、なんかこう、他にも、なんていうの、本題があったらもうそっちはしっかり重く、重くというか、なんていうの、そっちを中心に考えてあげて、そっちはちゃんとね、軽くさらっと言うような話じゃなければちゃんと、しっかり聞いてやってほしいですけど、まあ何事もそうじゃん、お互い。普通に悩み相談してきて、なんか、あ、そうなんだ、へえ、でって言わないもんね、みんなね。だから、そこはあれなんですけど、カミングアウト部分に関しては、そんなになんかもう、そうなんだ。知らなかった。教えてくれてありがとう。みたいな、なんか、そんなんじゃない空気になってった方がいいのになって思う。で、これって、する側にもね、やっぱりね、言いたいんですよ。話の本題でカミングアウトするのは、まあ、保護者とかね、すっごい身の回り、例えば配偶者とか、どう考えてもその話は重くなるよねって分かりきってるような状況だったらば、まあ、本題になるかもしれないけど、友達とか、その辺のね、なんかもう幼馴染で大親友で、もう家も隣でとかそこまでじゃない友達とか、あとは、なんだろうな、まあ自分でカミングアウトしようと思うぐらいだから、例えば会社の同僚とかでもいいかもしれないね。そういうカミングアウトの時は、本題を別に用意してというか、まあ、別の本題の時に背景知識として言うっていうカミングアウトの仕方がね、私は結構おすすめです。おすすめっていうか、まあ自分はそれでうまくいくことが多いから、あれだけど、まあ人によって違うだろうし、状況によって違うだろうから、保証できるもんじゃないけれども、例えば私よくやるっていうか、まあカミングアウトしようと思って日々考えてるわけじゃないけども、話の流れで、言うか言わないかって一瞬悩んで、言っちゃおうって思う時があるんですけど、例えば、昔のね、自分のパートナーとか、まあ、関わりがあった人の話をするとき、必ずしもまあ、それが、なんか主題とは限らなくても、例えば、誰かが、いや、前付き合ってた人がね、すごいなんか、こういうところがダメで、みたいな話をして、なんかこっちもなんか、マジウケる、みたいな。そういう、世間話をね、してて、で、なんか自分も昔の付き合ってた人の話なんかを、いやなんかね、私の元彼も、なんか、こういうとこがあって、みたいな。でマジクソだった、みたいな。ウケる、みたいな。そういう感じのカミングアウトよくするんですよ、私。お店やってるんですけど、お店のカウンター越しのお客さんとのなんかちょろっとした会話とかでも、そういう風にね、結構しょっちゅうカミングアウトしてる。あとはなんか、まあ、異性愛を前提になんか話しかけられたとき、例えば、兄ちゃん、結婚してんのかいみたいなこと言われて、まあ、してないからね。まあ、異性愛、同性愛関係なく、まあ、してないじゃん。だから、してないんですよ、とかって言って、ちっと痩せれば女の子にモテんじゃねえかみたいなこと言われたときにね。その時に、いや、痩せればモテるかもしんないけど、まあ、いずれにしてもでもね、あれなんですよ。恋愛対象男性なんで、結構ね、男性同士のあれってね、まだまだ、時代的に太い人も、まあまあ人気なんですよ、ふふふ、みたいなことを言ったりとか、なんか、なんだろうね、わかんないけど、そういう、話の流れとしてなんかこう、本筋があって、その、なんかこう、パッてこう、横道にパッとそれて、キュッて戻るみたいなところでカミングアウトするっていう技をね、私はよくやります。別にしなくてもいい時はしないけど、しないと、その、本筋の流れで次に自分が行こうと思ったところに行きづれえなとか、それ行くのを諦めてなんかこう、違う話にしないといけないなとかっていう、めんどくせえなと思った時には言っちゃって、本筋にすぐ戻るっていうのをよくやります。そうするとね、不思議なことに、なんか変な反応する人すごい少ないんですよね。ゼロとは言わないけど、なんかそうなんすかマジっすかみたいな人もいるよ。なんかすげえ大げさに反応する人もその部分、ちょっとそれただけなのにすぐそこにもう食いついてそこばっかり話したがる人ってのいるけど、基本その本筋に戻るね、みんな。で別になんかその、そうなんだぐらいの反応になる。さっき言った私のこれがベストだなって自分が思う反応ってのが得られることがすごい多くて、それ結構おすすめだなと思ってるんですよ。する側も、なんだろう、別にカジュアルに言っちゃっても
いいかなって思える相手、さっき言った配偶者とかさ、保護者とかさ、そういう自分の子供とかさ、そういうちょっとまあ重くなるよね、そりゃっていう相手じゃない時のカミングアウトは、さらっとめにやると、相手もまあさらっとめに反応しやすくなるかもしれないなと思う。だからこう、当事者側にもね、ちょっと検討してみてほしいなっていうふうに思いますね。まあ、そんな感じで LGBT をカミングアウトされたらどう反応すべきかって動画だったんですけど、もう一回言いますけど、あくまでね、私の意見ですよ。で、まあ、だからって私だけがそうで他の人はみんな違う意見だとは思わないよ。私のように思う人は多分いっぱいいると思う。全員じゃないけどね。で、まあ、半分以上いるかどうか知らないけど、さらっとめのやつってのが結構なんか好きな人っているんじゃないかなと思うんだよね。拍子抜けするかもしれないけど最初は。結構重めに受け止める人世の中にいっぱいいるから、軽っって思うかもしれない。さっきのね、私が高校の同級生に言った時になんか、でみたいな、だったのが、すごい、でなのみたいな、自分は思ったくらいだから、なんていうの、さらっと目を予想してないかもしれないけど、私みたいに、さらっとしてていいって思う人って結構いるんじゃないかなと思うので、まあ、やってみようかなと思ったら、ちょっとそういう反応の仕方を実践してみたらいいんじゃないかなと思います。これが正解ってわけじゃないけど、一つの正解かもしれない反応ということで、ご参考になさってください。というわけで、今日はこれでおしまいです。おしまい。バイバイ。